どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前紹介したパキスタンローチのことは覚えていますでしょうか？なかなか個性的な生態で、個人的にも結構気に入っているんですが、いかんせんサイズが大きく性格が荒々しいのが難点でした。正直、ローチ系の生態は動きが素早く気性が荒いイメージなので、パキスタンローチくらいがスタンダードなんでしょうけどね。そんなローチ系生態なんですが、今回は小さめの可愛いやつを購入したので紹介していきます。柄もなかなかユニークなので、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速紹介していこうと思うんですが、その前に今回は実店舗で一緒に購入してきたものを紹介しておきます。まず最初はこちら、アクアソイルアマゾニア9リットル。こちらは言わずと知れた栄養系ソイルの代表であるアマゾニアです。このアマゾニア、何度も廃盤になるという話が出てきていた中、今まで頑張っていたんですが、ついに終売となりました。もう入荷がされないということが決定したため、お店にあった在庫のうち2個を購入。1個3000円以上するのでなかなか値が張るんですが、いつもの買わずに後悔するより買って後悔を念頭に買ってきました。結果的に現在はほとんどのショップで見かけなくなり、事実上購入することは不可能になってます。やっぱ買っといて正解でした。ちなみにこれでうちのアマゾニアの在庫はノーマルが6袋、パウダーが4袋の合計90リットルになりました。早く使わないと一生押し入れの中に土入れとかなきゃいけなくなるんですが、いつものもったいない病が発症して使い切れるかどうかわかりません。続いて出てきたのはこちら、エラチネハイドロパイパー。こちらはトロピカ社から出ている組織培養水草で、通称ミニグロッソスティグマと呼ばれているものです。通称通りグロッソスティグマよりも一回り小さい葉が密生しており、これがびっしり絨毯になったら綺麗だなと思っています。ただ購入時から状態が悪く、正直どうなるかわからないです。だいたいこういう組織培養水草の勝率は3割切ってるので、とりあえずダメ元でやってみます。続いて出てきたのはこちら、アラグアイやレッドロタラ。こちらは最近定番になりつつあるスリーパドマ社の組織培養水草です。ロタラ系の中でも結構特徴があると思われるアラグアイやレッドロタラが組織培養になったということで買ってきました。購入当時は新しく出た種類だったので、しばらく店頭に並んでいたんですが、最近は見かけなくなりましたね。こういうことがあるから欲しい時に買っておかないと後悔しがちです。まあこれガラスポット内で溶けて消えたんですけどね。そんな感じでソイルと水草を買いつつ、今回紹介する生態も一緒に買ってきました。すでに温度合わせをしていたので中身が見えませんがご了承ください。とりあえずあとは点滴法で水合わせして導入するだけです。そして地味にもう一つ違う組織培養水草を購入してます。それがこちら、ラヌンクルス・イヌンダタス。こちらは破れ傘とも言われている特徴的な葉の形をした水草です。これ確か一度違うシリーズで購入したことがあったんですが、数ヶ月間ガラスポット内で維持していた中で急に溶けてロストしたので再度購入しました。今回も使う予定ないのでガラスポット内に入れておくんですけど、いつまでも使うはわかりません。早く使わないといけませんね。最後に購入したのがこちら。中が見えないので袋から開けます。出てきたのはクリプトコリネフラミンゴ。こちらは以前クリプトコリネオンリー水槽に植栽したんですが、店頭で立派なポットに成長していたので衝動的に購入。正直クリプトは維持がマジでよくわからないんで、こいつも溶けること間違いなし。でも手を出さずにはいられません。というわけで、なんやかんや購入品をお見せしたところで、今回購入した生態を紹介していきます。それがこちら、ピグミーマルチストライプローチ。価格は1匹300円。こちらはローチ系の中でも小さな種類のローチです。
今回は3匹購入してきました。ピグミーマルチストライプローチとは、ベトナムのビンディン省とクアンビン省原産の小型のローチです。名前にピグミーがついていることからもわかる通り、ローチの中でも屈指の小ささを誇ります。最大体長4センチ、適正水温22から27度、適正水質中性から弱酸性、餌は人工飼料から異形まで何でも食べます。ローチ系の中では珍しく温厚な部類で、他魚を攻撃することはあまりありません。逆に体格差がある生態と混泳させると攻撃される可能性もあるので注意が必要です。群れる性質があるので、数匹一緒に泳がせておくととても可愛い姿が見られます。他の低床に滞在するローチと違い、遊泳能力が高く、基本的には中層を泳いでいることが多いです。なので他のローチとは結構差別化できるポイントだと思います。顔は結構可愛い部類で、おちょぼ口にローチ特有のヒゲが合わさってていい感じです。自分はこういった口が小さい生態の顔が好きなので、すごく可愛く見えます。ちなみに小さいながらも丈夫な生態なので、飼育するのが不安な方も安心して導入できます。極端に水質がアルカリに傾いていたり、水が汚れていたりしない限りは大丈夫です。あまり長々と説明していると尺がなくなるので、とりあえず導入していきます。導入直後の映像がこちら。前情報通り群営してますね。正直まだ環境に慣れていないというのもありますが、他の生態に比べても群れで泳いでくれそうな感じがします。ご覧のようにヒレをパタパタ羽ばたかせて、その場でホバリングしている姿も見られます。これたまに言ってるんですが、個人的に好きな泳ぎ方です。ディープレッドホタルテトラなども同じ泳ぎ方をするんですが、こういう泳ぎ方の方がなんか愛嬌があるんですよね。止まってる時も一生懸命ヒレを動かしているというギャップがいいんでしょうか。自分でも気に入っているポイントがよくわかりませんが、このホバリング A 法が好きな方は一定数いると思っています。また導入直後にもかかわらずしっかりと体色が出ていますね。皆さんお気づきの通り、名前にたがわぬストライプ柄をしています。前回のパキスタンローチもシマウマみたいな感じではありましたが、こちらのストライプローチの方が均一に縦線が入っており、おまけに1本シュッと線が引かれているので余計にシマウマ感が出ています。どうすればこんな幾何学的な模様になるんでしょうね。話によると雌雄で若干体の模様が違うようですが、自分が見てもよくわからないです。とりあえずしっかり色が出ているのでよし。この3匹は比べてみても柄の差は見られないので、もしかすると全部オスか全部メスかのどっちかもしれませんね。まあどちらにしろ繁殖は難しいんで、3匹同じ性別でも問題ないです。ちなみに産卵方法は水草の葉やガラス面に卵を産みつけるタイプで、産卵したら卵は隔離して孵化しないといけないみたいです。そしてこのピグミーマルチストライプローチ、草食性も結構強いらしく、苔も食べるそうです。ただオトシンクルスやヤマトヌマエビなどの苔取り生態ほどの力は持っていないため、苔を食べる要因として導入するのは難しいかもしれません。というわけで導入後2ヶ月後の状態がこちら。現在も仲良く泳いでいます。なんか若干柄が濃くなったような気もしますが、気のせいでしょうか。導入直後よりもいろんなものをついばんでいる機会が多くなり、活発に動いているのがわかります。ここら辺の動きはパキスタンローチにもつながるところがありますね。ただサイズが小さいためパキスタンローチほどの破壊力はなく、低床を少しほじられたところでレイアウトに支障はないので、水草レイアウトをしていても安心して飼育することができます。またピグミーマルチストライプローチ自体も決まった隠れ家があった方が落ち着くようなので、隠れられる場所がある水草水槽は向いているかもしれません。正直ローチ系って低床をほじくり返したり他魚を攻撃したりすることが多いので、水草水槽とかでは敬遠されがちですが、
今回のストライプローチはその点優秀で、幅広い方におすすめできるいい生態です。やはりこれくらい柄がはっきりしていると小さいながらも存在感があっていいですね。水槽内を見ても結構目を引くので、2、3匹群営させておけば癒されること間違いなし。というわけでいかがだったでしょうか。価格も安く割と出回っている生態なので、ショップなどで見かけたらぜひ飼育してみてはいかがでしょうか。繁殖は難しいですが、飼育は容易で悪さもしないので、いろんな水槽におすすめできます。まだ一度もローチ系の生態を飼育したことがない方は、まずこのピグミーマルチストライプローチで鳴らすのもありです。というわけで今回はここまで。